謀略により休戦協定を破棄され、突如地球に襲い来る火星騎士たち。争いに巻き込まれ、スレイプニールに登場することになった貝塚稲穂。後にオレンジの悪魔と称されるほどの戦果を上げる。今回はこのカタフラクトをウェザー。どうもダーティです。今回はアルドノアゼロよりスレイプニールを筆塗り全塗装で制作していきます。で、今回かなり工程数が多くなってしまい、めちゃくちゃ長い動画になってしまいました。なので細かくチャプター分けしていますので、そちらも活用していただければと思います。そして少し駆け足でいくので、分かりにくい箇所などあればコメントしていただければ返信いたしますので、お気軽にどうぞ。それでは一緒に作っていきましょう。フェーズ1、仮組み。ランナーとパーツはこんな感じで、ガンプラでいうフルメカニクスぐらいですかね。特徴的なマーキングは水転写デカールが付属で再現可能です。頭部のパーツが真半分、嫌な予感がしますね。ではまずニッパーで少しゲートを残してカット。その後片刃ニッパーできれいに二度切りしていきます。あとは説明書通りに組んでいくんですが、ダボ穴をカットして後に分解しやすいようにしておきます。パーツ構成は大胆ですが、モールドも多くかなりハイディテールですね。そして何より組みやすいです。で、あっという間に仮組み完了です。あれ、思ってたのと違う。実際キットで触ると安定翼もこんな構造なのかとか思いながら、それでも劇中と違うぞということで、理想のスレイプニールに近づけていきましょう。フェーズ2、後はめ加工。では頭部であったり腕、肩、足に至るまでかなり合わせ目が多いキットなので、それを消していくんですが、いかんせんそのまま接着するわけにはいかないところが多く、今回後はめ加工を行っていきます。スレイプニール完全攻略といきましょう。ではまずは膝裏の装甲パーツですね。可動部分を挟み込む構造ですね。接着後はこれをはめたいということです。では筋彫りガイドテープを使って溝を彫っていきます。これをこのように下方向に向かって貼って、1mm のタガネを使ってガイドテープに沿って彫っていきます。こんな感じに両方向とも溝を作りました。横から見るとこれぐらいの深さですね。次にダボピンをカットしていきます。失敗は許されないので、まずは半分ぐらいでカットしてから微調整していきます。そして溝を伝って可動部分まで通せるようにしたら、ダボピンの断面をスポンジヤスリで丸めておきます。こんな感じですね。これで着脱がよりスムーズにいきます。ではタミヤセメントを使って合わせ目を接着しておきます。次は膝関節のこのパーツ。まずゲート跡ヤスリがけしておきます。少しパーツを開いて 1mm のプラ板を挟んで 0.5mm のタガネで段落ち処理していきます。プラ板に沿って両方向から筋彫りをしていきます。このようにぐるりと一周段落ち処理しました。そしてタガネで荒れた表面を800番のヤスリで整えておきます。次はその膝関節を挟むすねのパーツの後はめ加工です。大胆な2パーツ構成で加工するのはこの関節軸が短い方のパーツです。モールドに沿って切り離していきます。裏面で言うとこの形ですね。ではデザインナイフを使ってモールドに沿って切っていきます。難度をなぞって少しずつですね。裏面の邪魔なところにはニッパーで切り目を入れておきます。半分以上の深さに切り込みを入れたらエナメル溶剤を使います。これを切り込みに流し込んでエナメル溶剤のプラスチックを脆くするという特性を利用して割っていきます。
ある程度きれいに割れましたが、まだつながっているところは力技で引きちぎらず、最後までしっかりと切り離していきます。これですね側とふくらはぎ側にパーツが分かれたので、すねの部分を接着できるようになりました。切断面が荒れているので800番のヤスリで少し慣らしておきますが、あまり削りすぎると隙間が空くので軽めにしておきます。ではすねの部分をタミヤセメントで接着していきます。僕は小さいパーツは流し込みタイプ、大きいパーツはこちらのセメントでと使い分けています。こちらには樹脂が入っているので失敗なくしっかりと合わせ目を消してくれます。ただ完全硬化まで1週間ぐらいと言われてますので、急ぎの場合は使いにくいですね。次は先ほど段落ち処理した膝関節につく膝アーマーの後はめ加工です。これも先ほどと同じようにスライドしてつけれるようにしていきます。ガイドテープを貼って、こちらも 1mm のタガネで接続穴と関節穴をまたいで溝を作ります。仕上がりはこんな感じです。で、ここも同じくダボピンをカットしてヤスリで断面を丸めて、これで OK ですね。あとは接着して完了です。次は太もものパーツです。断面はこのように色違いのパーツや股関節の接続部などがあります。まずはこの上の部分ですね。この固定ピンをすべてカットします。ニッパーで切り落としていきますが、それだけでははまらないので両サイドを削っていきます。左側が処理後ですね。これぐらい削っています。これでようやく装着できるようになりました。パーツが L 字なので上の部分でしっかり止まってくれますね。次は股関節への接続部ですね。これはこのように後から差し込めるようにしていきます。大胆に外側から軸を斜めにカットして、長さも少しカットします。これでなんとか横から滑らしてつけれるようになりました。次はグレーのこのパーツです。接着後はこのように差し込みたいのでダボピンをすべてカットしていきます。ありがたいことにこれだけで着脱ができるようになりました。ではこのパーツ両方とも接着して完了です。次は頭部パーツです。ぱっくり真ん中に合わせ目があります。中はこんな感じでクリアパーツに後頭部とマスクをつけてから挟む仕様になっています。まずはマスクから、ここからスライドしてつけれるようにしていきます。つけた時にここの頬の部分が邪魔になるので、シャーペンでマーキングしてスポンジヤスリで削っていきます。スポンジヤスリの特性を生かしてしっかり R に合わせて削ります。で、こんな感じに両サイドを削りました。これでなんとかスライドしてはめれるようになりましたが、削りすぎるとこのように隙間が空くので注意ですね。次はクリアパーツですね。これをセンサー部分とツインアイ、後頭部の接続部の3つに切り分けます。で、ツインアイのパーツはここがスライドの時に邪魔になるのでニッパーで切り飛ばしておきます。これで OK ですね。先ほど切り出したセンサー部分のクリアパーツですね。これはそのまま押し込めば入るので OK です。あとは後頭部ですね。接続部は上を使います。まずはグレーのパーツの固定ピンを切り落として、クリアパーツの下のピンもカットします。これで難なく後はめ加工の完了です。後頭部の接続部のクリアパーツごと接着します。で、頭部のパーツはセンサーの部分、顎の部分としっかりとセメントをつけて接着しましょう。
これでようやく後はめ加工の終了です。フェーズ3、合わせ目消し。後はめ加工はしなくてもいいですが、まだまだ合わせ目があるので、ガンガン接着していきます。まずは前腕から。こちらは白と黒のパーツを外して、接続パーツをつけたまま接着します。肘に当たる部分と手首の部分ですね。これで前腕は完了です。次は二の腕の部分です。中は肩の接続部と肘関節が一緒になっていますが、そのまま接着していきます。肘関節に接着剤がつかないようにだけ注意して、これでおしまいです。次は肩アーマーですね。このグレーのパーツを取って、可動部分のグレーのパーツは残したまま接着します。これだけで肩アーマーは完了です。次は腰パーツのサイドアーマーです。これはこの下のモールドに接着剤がつかないようにしておきます。次は胴体の首の横にある合わせ目です。脇腹部分にあるモールドと同じ幅の 0.8mm で段落ち処理していきます。これも 1mm のプラバンを挟んでタガネで筋彫りしていきます。で、今回は両面ではなく正面になる前の部分だけにします。で、こちら処理後ですね。横腹の部分も前面のパーツが段落ち処理されているので、それに合わせています。次は安定翼ですね。ほぼ全てのパーツに合わせ目があります。さらに可動部分を挟み込むタイプですね。で、こういう翼のモールドは消さずにそのままにしておこうと思います。他の部分だけを接着していきます。可動部分にセメントがつかないように全パーツ接着します。で、こちらが後はめ加工や合わせ目を接着したパーツですね。こんなにも加工したのは初めてでかなり苦戦しましたが、まだまだ序盤なんですよね。フェーズ4、パーツ処理。では接着をしたパーツやゲート跡をヤスリがけしていきます。で、一部ですが処理が難しいパーツがあるので、そこだけどうしたのかをこのパーツでお見せしていきますね。まずはここの逆エッジ部分の処理ですね。カッターナイフではみ出したセメントを切断していきます。軽く押し込んで接着剤だけを切るイメージですね。それを両方向から行います。そうするとこれぐらいですね。かなり小さくて見にくいですが、エッジ部分のはみ出したセメントだけが切れています。次に三角ヤスリを使います。これをエッジの部分に当てて外に逃がすようにヤスリを動かして削ります。この部分ですね。しっかりと元のキットのエッジになっているのがわかると思います。で、デザインナイフでも全然いいのですが、カッターナイフの方が刃がまっすぐなので平行が取りやすい分、僕はやりやすいです。で、ここの部分に三角ヤスリが入らないのでスクレーパーで処理しています。仕上がりはこんな感じです。次はモールドごと接着している箇所ですね。幅に合ったタガネを使って先にモールドの彫り直しをしていきます。エッジ部分はタガネの先を軽く押し込んでからすくい上げるようにして角を立てておきます。次に割り箸の先に両面テープで紙やすりをつけたもので削っていきます。で、しっかり平坦になったかは爪で軽くこすって引っかかりがないかどうかを確認します。これで大丈夫そうですね。次は各モールドのサイズに合ったタガネを使って彫り直ししていきます。基本は 0.15mm ですね。
既存のモールドの彫り直しはもちろんですが、特にヤスリがけで浅くなったモールドをしっかりと彫り直していきます。次はこの小さい丸いモールドですね。サイズを合わせたピンバイスで軽く彫り直して、しっかりしたモールドにしていきます。穴が変な形にならないようにパーツに対してしっかり垂直にして作業しましょう。終われば800番のヤスリで軽く慣らしておきます。下側が作業後ですね。他のパーツにも結構あるので一つずつ作業をしていきます。これでようやく下処理が全て終わりました。フェーズ5、塗装。まずはサーフェーサエボブラックを全パーツに拭いていきます。その前にある程度パーツを組んで、これぐらいのパーツ単位でサーフェーサーを拭いていきます。で、クリアパーツだけはサーフェーサーを拭かずに別塗装をしていきます。まずスターブライトシルバーを拭きます。こんな感じですね。その後、エナメル塗料の蛍光グリーンとブルーを1対1で調色して拭いていきます。こんな感じの仕上がりです。で、このクリアパーツは最後までこのままで何もせずに置いておきます。その他のパーツは全て真っ黒になりました。合わせ目も綺麗に消えているかしっかりチェックしておきます。で、一番不安だった足の切り離したパーツもはめた後は全然違和感もないですね。では塗装に入っていきます。用意するのはパレットとペーパー、ラッカー溶剤と筆ですね。基本平筆で塗装していくのですが、塗り分け箇所は面相筆を使います。まずはメインカラーのオレンジを塗っていきます。塗料を移して溶剤を加え薄めていきます。これぐらいの伸びのいい状態まで薄めます。エアブラシの時ぐらいまでシャバシャバにするのはやりすぎですね。次に筆に溶剤をつけておきます。筆がカサカサの状態だとしっかり塗料が筆に乗らないので汚い塗面になってしまいます。では筆先に塗料をつけてパレットで慣らしていきます。で、自分が思ってる以上に筆には塗料がついているのでペーパーで軽く塗料を落としてから塗装していきます。で、筆塗りでポイントなのが薄く塗っていくということです。黄色系の塗料ということもあって隠蔽力が弱いのですが、これぐらいうっすらと塗料を塗り広げていく要領で塗っていきます。そして筆の動かし方はキットを組み立てた時の方向で見たら上から下にを基本にして塗っていきます。で、1色目のベースカラーでは下地の黒を塗りつぶさないようにしていきます。塗りムラがすごいし筆の跡も残りますが、これこそが筆塗りのいいところなので薄くだけを意識して色をのせていきます。で、今回油断してパーツを落としてしまい塗料ががっつりついてしまったんですが、こういうのも大丈夫なので気にせずそのままにしておきます。で、1色目はこれで完了です。次は頭のパーツですが、このラインがグレーになるので少し小さめの平筆で塗っていきます。1色目では多少はみ出しても気にしなくても大丈夫です。で、こちら塗り終わりですね。案の定はみ出しています。次は腰のサイドアーマーですね。これは上のパーツがオレンジなので外してから塗装した方が簡単です。で、安定翼だけは風を受ける方向を上と下向きで塗装しました。こちらオレンジのパーツの塗り終わりです。で、先ほども言いましたが、塗る方向を統一する、薄く塗り重ねる、下地を塗りつぶさない、この3点だけ押さえていただければ今回の塗装は大丈夫です。
まだかなり黒いところは多いですが、1色目はこれぐらいに塗っています。次はグレーのパーツを塗っていきます。ブラックとニュートラルグレーを調色したダークグレーで塗装します。色味はこんな感じで、ニュートラルグレーに 20% ぐらい黒を足しました。では塗っていきます。塗り方は同じですが、隠蔽力がある分しっかりと色が乗ってくれるので、ベタ塗りにならないようにしていきます。でも僕も油断して塗料がつきすぎちゃいましたけどね。次は頭部の塗り分け部分ですね。こういう箇所は面相筆を使って塗っていきます。グレーははみ出さないように慎重に塗っていきます。で、細かい塗り分け時におすすめなのが、このようにパーツを持っている手に小指と薬指を添えて塗ると安定した状態になるので塗りやすいです。面相筆で筆目は出しにくいので粗い感じの塗装にしています。フェイスマスクもこのように粗い目というか雑めな感じですね。で、一部のパーツにワンポイントがあるのも忘れずに塗っていきます。こちら塗り終わりです。関節部分やフレーム部分がむき出しの箇所が多いので、グレーのパーツも結構ありますね。で、マシンガンのストック部分やマガジンなど、ここは僕のオリジナルでツートンカラーにしたいのでグレーに塗っています。この部分ですね。次は差し色の白のパーツを塗ります。ニュートラルグレーにホワイトを混ぜたライトグレーが1色目になります。こんな感じですね。では塗っていきます。白を混ぜた分先ほどより隠蔽力はないですね。で、白パーツは各腕に2パーツずつと胴体に3パーツの計7パーツだけです。次は黒のパーツを塗っていきます。ブルーにブラックを足してミッドナイトブルーを作ります。こんな感じでほぼ黒に近いブルーですね。そして濡れているのかがほぼわからないです。塗料の光沢感だけが頼りですね。手や武器もこの色で塗っています。フェイズ6塗装。では各パーツ2色目を塗っていきます。応答色オレンジ、赤色を混ぜて先ほどより赤寄りのオレンジを調色しました。わかりにくいですが右が調色後ですね。塗ってみるとこんな感じで、これが僕の理想のスレイプニールの色ですね。では塗装をしていきます。この2色目で塗装は仕上げるので2回3回と塗って理想の色に仕上げていきますが、あくまでも塗りつぶさないようにしていきます。1回塗るだけでも結構な違いがありますよね。この2色目は3回塗り重ねているので、このパーツでの比較を見てみましょう。右が完成になるのですが、しっかりと薄く塗装を重ねたのがわかると思います。で、こちらがオレンジのパーツの塗装後ですね。こうやってアップで見るとまだまだ下地の黒が残っているのがわかりますよね。で、装甲の裏などは塗装をしていません。組んだ時に影になって見えない部分ということでサーフェイサーの黒のままにしています。で、今回のラッカー塗料の筆塗りだと溶剤が多すぎると下地が溶けて色が混ざることがあると思いますが、それも筆塗りの醍醐味なので複雑味が増したと前向きに捉えれば OK です。次はグレーの2色目です。ニュートラルグレーとホワイトでライトグレーにして塗装していきます。こんな感じです。下地の黒、1色目のダークグレー、そしてライトグレーと黒系統の塗り重ねなので落ち着きのある塗りムラのグラデーションがいいですよね。で、このグレーの塗装ではみ出したオレンジ色をしっかりと消しておきましょう。
そしてナイフの塗装が終われば刃先だけにシルバーを塗装していきます。これも筆でささっと塗っていきます。こんな感じの仕上がりです。これで2色目のグレーが完了しました。で、全体的に明るめの色をこの2色目で塗装しています。というのもこの後のウェザリングで暗くなりすぎないように塗装の段階では明るめにして汚してちょうど良くなるというイメージですね。次はホワイトの2色目です。基本色のホワイトを調色なしで塗っていきます。これも隠蔽力が弱いので3回ぐらい塗り重ねました。次は黒のパーツ。ブルー、ニュートラルグレー、ブラックで調色して先ほどより少し明るめのブルーグレーで塗装していきます。先ほどは塗っても分かりにくかったのですが、今回はしっかり目視できますね。で、この腕は上がグレーで下がブラックと塗り分けがあります。これで白と黒のパーツの塗装完了です。黒は塗りムラも見えない仕上がりですね。で、武器類はこの黒とグレーのツートンカラーで塗装しています。これでようやく全ての塗装が終了しました。で、ここで部位ごとにパーツを組んでいきます。後はめ加工した部分も大丈夫そうですね。とりあえず半身を組んでみました。塗り残しがないかどうかここで最終チェックをしておきます。すでにウェザリング感のある塗面でこの後の作業が楽しみですね。フェーズ7デカール貼り。ではキットに付属の水転写デカールを貼っていきます。スレイプニールの特徴的な白のマーキングがこれで再現できますし、すでに擦れたようなウェザリング仕様になっています。今回はマークソフターを使って貼っていきます。ではデカールを切り出します。ここは選択式で僕は稲穂くんの WO を選びました。水につけてスポンジの上へ。スポンジも水を吸っているのでこれで効率的にデカールを戻すことができます。では貼っていきます。僕は台紙からピンセットでつまんで完全に外してから貼っていきます。左足のマーキングなんですがぐるっと1周分が6分割になっているので基準となるここからスタートですね。位置が決まれば水分を拭き取り空気を逃がしていきます。とりあえず基準のデカールをもとに1周分貼っていきます。なんとか綺麗に位置決めができました。次にデカールの上にたっぷりマークソフターを塗っていきます。マークソフターはデカールの軟化剤で一時的にデカールが柔らかくなり筆塗りでガタガタの塗面にしっかり食いついてくれるようになります。大きいデカールは特に空気が残ってシルバリングしやすいのでその予防にもなります。塗り終えればデザインナイフの刃先でデカールに見えないぐらいの穴を開けていきます。垂直にぐっと押し込んでいきます。それによってマークソフターがデカールの下にも入って表面張力によってよりパーツにしっかりと貼り付いてくれます。あまり深く刺すとデカールがついてくることもあるので注意です。左右対称のデカールはパーツを合わせて位置確認します。こちら頭部のデカールなんですが先端の方に余分な箇所があるので切り取っておきます。刃を動かすとデカールがずれる恐れがあるので刃を押し当てて切断していきます。これでマスクをスライドしてつけても大丈夫ですね。あとは同じようにデカールを貼っていきます。で、こちらデカールを貼り終えました。しっかりパーツ表面に食いついてくれて馴染んでますよね。足のマーキングは多少重なるところがあったんですが軟化剤でうまくいきました。
ではデカールの保護と汚しが乗りやすいように半光沢のトップコートを全パーツに拭いていきます。フェーズ8、チッピング。これぐらいのパーツ分けで作業をしていきます。使うのは水性塗料のガンダムファラクトグレーです。少し青みが入ったダークグレーですね。それと使い古したボサボサな筆です。希釈なしで筆に塗料をつけて、ペーパーで塗料を軽く落とします。ドライブラシぐらいまでしなくて大丈夫です。これぐらいですね。それを擦れそうなパーツのエッジ部分にトントンとつけていきます。いつもはスポンジでこのチッピング作業をしているのですが、筆でやるとより大胆な表現をつけれたり、線のようなチッピングもつけることができます。足などの関節はしっかり開いて装甲の厚みを出すようにして作業をしていきます。マーキングも擦れた感じをチッピングで演出しておきます。特に足回りは定石通りがっつり汚していきます。ファラクトグレーの色味が馴染んでくれてますね。安定翼に関してはエッジ部分だけではなく全体にもチッピングしていきます。特に展開後のホバー状態だと地面に擦れることもあると思うので、一番出っ張っている部分を中心にチッピングをつけています。で、こちら水性塗料なのでマジックリンを使うと下地に影響を与えず拭き取れるので、失敗を恐れず作業しましょう。こちら作業後ですね。下地の黒が透けて塗りムラのように見えているだけだったのですが、チッピング作業によってこれは擦れた傷なんだという見え方に変わりましたよね。特にスレイプニールは曲線のパーツが多いので引き締まった印象にもなりますよね。一番大きい安定翼はかなり荒々しい仕上がりにしています。フェーズ9、ドライブラシ。シタデルカラーのアイアンブレイカーを使ってドライブラシしていきます。よく塗料を振って希釈なしで筆につけて、ペーパーでほとんど塗料がつかないぐらいまで拭き上げます。これぐらいで OK ですね。これを各パーツのエッジ部分に乗せていきます。武器は銃口や刀身にシルバーを乗せると金属感が出ますよね。この作業もチッピング同様の使い古した筆を使っています。ボディも黒のパーツとグレーのパーツがよくシルバーが映えますが、オレンジのパーツにもつけていきます。少し甘めにペーパーで塗料を拭き上げて、このようにパーツにこすりつけて裂傷をつけていきます。ランダムな毛先がいい感じに細かいシルバーの傷をつけて、パーツに重厚感が出てきますよね。あとは関節はもちろんですが、足のパーツもこちらしっかりとシルバーを乗せてる方が説得力が出るので、がっつり汚していきます。市街地線なら建物の残骸やアスファルトの隆起を彷彿させるようなダメージ感ですね。こんな感じで傷だらけです。こちらの安定翼も引き続き大胆に作業をしていきます。塗装した方向にさっと大きめの線を書き込むようなイメージですね。これもホバー状態の傷や走行状態での建物との擦れなどの想像をかきたてますよね。そしてシタデルカラーは乾く前なら水道水でさっと拭き取れて、先ほどのチッピングを消すことなくやり直しができるので、アグレッシブに汚していきましょう。こちら作業後ですね。黒とグレーのパーツは目立ちますが、オレンジのパーツは角度によってシルバーが見えますね。ハンドパーツも数が多いのですが、一つずつ作業してメカの手という感じになりました。安定翼のパーツはメリハリをつけてドライブラシしています。
一番外側に来る大きいパーツが一番傷があって、あとは稼働する箇所などに絞ってシルバーを乗せています。では状態を保存するために再び半光沢のトップコートを拭いておきます。フェーズ10ウォッシング。ミスターウェザリングカラーのグランドブラウンとシェードブラウンを混ぜて使います。だいたい1対1ぐらいで混ぜて薄め液で希釈します。今回うっすらのせていきたいのでこれぐらいの濃さですね。では塗っていきます。パーツの破損が怖いので塗装と同じように塗料を少量にして薄く塗り広げていきます。幸いにも ABS の素材のパーツがないのがありがたいですね。マーキングの部分が特に分かりやすく汚れてますよね。作業風景はこんな感じで塗料を筆につけてペーパーで落としてから塗るを繰り返しています。塗る方向も同じく上から下に向かってです。関節部分もしっかり塗っていきます。塗り終えれば薄め液で拭き上げていきます。綿棒に薄め液をつけて、これもペーパーで軽く拭ってから使用します。拭き上げる方向も同じく重力方向に向かってですね。で、完全に拭き上げるのではなく、7から8割ぐらいを目指します。安定翼のパーツですね。こちらはペーパーで拭き上げていきます。軽く薄め液をつけて叩くようにして拭いていきます。それでも動かす方向は同じように意識しています。拭き上げ後ですね。まばらに汚しが残っていい感じです。一番わかりやすいのがこの白のパーツですね。細かいところも綿棒で拭き上げていきますが、こんな感じであえて残していくと汚れの垂れた表現ができてリアルさが増します。拭き上げ後はこんな感じで、ウェザリングカラーは乾くと艶消しになるので落ち着いた雰囲気になりますよね。こんな感じで全パーツにウォッシングしていきます。ファイナルフェーズ完成。忘れている方もいるのではないでしょうか。最後に蛍光塗料で塗装したクリアパーツをつけていきます。頭部のスライドも塗装剥げが怖かったのですが大丈夫でしたね。センサーパーツは少しきつかったのでサイドを削ってから差し込みました。ブラックライトを当ててみるといい感じですね。これでようやくですね。サクッと組み上げて頭をつけて、では完成です。どうぞ。では比較です。長い作業の果てにようやく僕たちが知る理想のスレープニールになりましたね。素組みした時点ではかなり不安だったのですが、3ヶ月頑張ってよかったです。特に苦労したのが合わせ目消しと後はめ加工ですね。見ていただければわかると思いますが、そこをクリアしないとここまでの仕上がりにならなかったでしょうね。キット自体のスタイルやディテールは申し分ないので、表現次第でいろいろと見せれる玄人向けのキットではないでしょうか。ではアップです。今回筆塗りでの全塗装は3回目だったのですが、だいぶコツをつかんできて自分自身納得いく表現ができるようになってきました。こうやってアップで見るのと引いてみるのでは見え方が違うので、遠くから見てみたり写真に撮ってみたりして
ディスプレイした時の見え方を気にしながら塗装してみました。で、今回ウォッシングの作業を最後に行ったのですが、ドライブラシのシルバーもくすんだ感じで仕上がり、汚しを上に持ってくることで洗凍の頻度が感じ取れますよね。また僕は最近ウェザリングで黒くなりすぎるのが嫌なので、今回メインカラーのオレンジ色やグレーも少し明るめに塗装したのも、ウォッシングで若干落ちるサイドを考慮してのことでした。それに全体に同じ色味をのせることで一体感が出ましたよね。グラウンドブラウンで思いっきり汚してもいいですし、訓練機なので体色表現しても良さそうですね。で、制作中に言い忘れたのですが、センサー部分の塗装が剥がれてしまい、再度塗装したのですが、青が強くてツインアイと色味が変わってしまっています。まあかっこいいのでこの方がかえって良かったかもですね。いかがだったでしょうか。今回はアルドノアゼロよりスレイプニールを筆塗り全塗装で制作しました。直接キットを手に持って筆で色をつけていく作業が完成時により愛着が出てきますよね。また全工程を通して基本工作がやっぱり重要なんだなと改めて感じた勉強になるキットでした。で、この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。